はい、こんにちは。山下夏実です。8月3日月曜日。この日はね、平塚海岸でスキムボードを楽しんでいきました。しっかり海外級の波が平塚ビーチに到達といった感じで、かなり朝一まだねそこまでがっつり反応はしてなかったんですけど、今回の台風13号のうねりがね、ちょっとずつですが来てた朝になります。数字上ですね30センチ台の波だったんですけど、インサイドのセットに関して言えばおそらく7、80センチ級のショアブレイクが来てたかなって感じで、朝一はねまだ潮が高かったっていうことも相まってちょうどど満潮ぐらいの時間だったかな。そう引き始めぐらいから狙ったからそこまで波もね来てなかったんですが、たまに来るセットは今みたいにかなりえぐいラップが取れる感じでした。ちょっとタイミングとかがねちょっと最初つかみづらくてちょっとこの辺苦戦してるんですけど、基本引きつけてこのタイミングのサンドドロップで良かった感じです。基本割れてこなかったので、この後サイズが上がってきても、なので限界まで引きつけてサンドドロップでテイクオフしてドインサイドでレールワークでなんとか回していくみたいな感じです。こういう感じね、悪くないと思います。かなり激ムズショアブレイクといった感じで相当難易度は高かったんじゃないかなっていうふうに思うんですが、練習してよかったなっていう感じですね。間違いなく海外前に1レベルアップできる状態の波でしたね。このサイズ感伝わるかな。このサイズ相当でかいんですよね。インサイドでこのサイズが来てますからね。ここでテイクオフしてこれとかも相当でかいですよ。僕より全然でかいですからね、この僕の身長より。これよく回し切りましたね。ナイスターン、相当レベル高い。ドインサイドでこの僕の身長より全然でかい波が来てるっていうね。どうしてもカメラ越しだとね伝わりづらいサイズ感なんですけど、かなりいい感じの波来てましたね。こんな感じでタイミングが少しでもずれるとね非常に危険だったので、しっかり見極めながらやっていく感じで、ただ見極めて乗った時はこのラップやばい。今板一瞬残してましたね。アピールしてました。これも悪くないですね。しっかりテールを踏んで耐えていく。このインサイドに関してのサイズ感だけで見たときにここ数年でも多分屈指のサイズ感だったかな。ナイスフロントサイド、いいターンだね。これもでかいね。こっからでかくなるからね。ナイスラップ、いいレールワーク。おそらく乗れる方はね限られるかなっていうふうには思うんですが、さすがに間に合わない。そう少しでもタイミングがずれるとやっぱ遅れたり今みたいに逃げなきゃいけないみたいなパターンだったので、これデッドウォーターきついんですがしっかりナイスターン。これもかなりクオリティ高いですね。これちょっと早めに出ましたね。早めに出るとこうなっちゃうんですよね。だから結局引きつけた方がいい。このタイミングだね。これがベストタイミング間違いなく。やばい、ナイスターン。この日はかなり僕もいい練習ができるっていうのと、いい波だったっていうのもあると思うんですけど、かなりテンション上がりましたね。これもいいラップだね。もう少しサイズがあればスタンディングでも入れそうな感じだったね。完璧だね。これおそらくこの日のベストライドだったかな、ダントツで。完璧なラップ。
これもでかい。うおー、最後がやばい。ちょっとレールが抜けたからね、今みたいに弾き出されちゃった感じ。とにかくこの下で切んないとね、前にすら出れない。今のでも結局ちょっと遅れ気味なんだよね、あんだけ早くターン開始してても。テイクオフ、これはさすがに難しそう。もう少し伸びがあったらこのインサイドが乗れた可能性はある。デッドウォーターがきつかったね今の。だから結局このサンドドロップ、そしてインサイド、危ないですねこれ。かなり危険なショアブレイク。今回の台風のうねりは地形がこのサイズの中ではスキム向きっていうのはあると思うんですけど、かなりインサイドでかなりハマってくれる波が多いですね。沖きは意外と割れづらくて手前で炸裂するパターンが多いので、もう完全スキム向きのうねりが到達してる感じですね。この動画今喋ってる間にもね、かなりどんどんサイズは上がってきてる形なんですが、さらにここから炸裂してくるとなると、平塚は今回相当えぐいショアブレイクが到達しそうな気がしますね。初中級者の人はスキムボード、サーフィン両方ともね、無理して入らないように、あまりおすすめできないかな。完全上級者向けの波が到達してるので、怪我には注意しながら上級者向けでねやるようにしてください。インサイドで今のスタンディングサイズだからね、本当に完全プロオンリーみたいな波なので、僕自身もちょっと海外戦に向けてしっかりね集中しながら怪我しないように練習していきたいと思います。かなりいい練習がねこの日はできたかなっていうふうに思います。これからの波条件にも期待です。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。